新宿をクリーンな街にする計画は以前頓挫したことがあるんだが、今度はうまくいきそうだな。そしてこのまま実績を重ねれば政界進出の目もありますね。だがそのためには実績の他にも必要なものが。へえ、分かってますよ。おう、なるほど。君とは友好的に付き合えそうだな。この青びょうたんが。だが土佐犬や四天王だけじゃもはや新宿は落とせない。こいつを抱き込むしか手はねえんだ。これからもよろしくお願いしますよ、所長。なあマスター、ここ23日めっきり客の入りが少なくなったな。ああ、あれだよ、あれ。なんだよありゃ。おかみが怖くて博打が。動くな。警察だ。全員賭博の現行犯で逮捕する。ああ、俺たちは麻雀やってただけだ。金なんかかけてねえぜ。金を持って麻雀してれば賭け麻雀とみなす。こいつを逮捕しろ。そりゃひでえ。あんまりだ。やかましい。全員身体検査だ。汚ねえぞ。これが警察のやり口かよ。結果街がきれいになればそれはそれで警察の仕事さ。おいリーゼント、おめえは負けてて金を持ってなかったから助かったけどよ。はあ、テツさんは勝ちまくってるはずだから金持ってる。捕まっちまう。やべえ、こうしちゃいらんねえ。またなマスター。くそ、一足遅かったか。おい、ちゃんと調べたんだろうな。はい、この中の誰一人として金を所持している者はいません。誰一人？おい、誰も金を持ってねえならここじゃ誰も賭け麻雀をやってねえってことだ。何の問題もねえだろ。今日のところは引き上げてやる。だがこのままで済むと思ったら大間違いだぜ。よう団地、無事だったか。ああ、テツさん、それよりどうなってんすか。誰も金を持ってないって。んああ、走ってきた 4,5 人の足音がドアの横で聞こえなくなったんでな。踏み込まれる寸前、みんなの金をこの張り紙の裏に隠しといたのさ。にしてもなんだってこんな急に売人をしょっぴくようになったんだろう。その張り紙も 2,3 日前、新宿中の雀荘に一斉に貼られたってよ。警察なんかを敵に回したって今みたいに軽くあしらえるって。あ、なんだ。お願いします。新宿をきれいにしましょう。住みよい街にしましょう。ご協力お願いします。テツさん、そのビラ、敵は警察なんかじゃなく。ああ、俺たちは世の中を敵に回しちまったんだ。世の中を敵に回したんじゃ鳴りを潜めるしかねえか。ゴミも拾えば宝になるな、兄さん。まったくこんなに散らかしおって。ゴミも拾えば宝になるというのに、どっちが街を汚しておるやら。動くな、警察だ。全員補導する。待ちなさい。わしはこの先の教会を戦災孤児のために慈しみ園として開放している神父じゃ。その証拠に、ほれほれほれ。
この子らはそこに連れて行く。何の問題もなかろうが。神父、何なんだあのおっさん。にしてもよ、売人不老地狩りなんておかしいぜ。一体世の中どうなっちまったんだ。3日前、警察と片木の連中がほぼ同時に動き出した。この手回しの良さ、俺には野上のイミタの影がちらついて見えるがな。あいつがなんで？俺たちが警察とぶつかれば新宿は内戦状態になる。奴らは売人警察の双方が疲弊するのを待って戦争を仕掛ける気だ。どうする鉄？野上へ、こっちから野上へ乗り込もう。奴を、野上の土佐犬を潰すしかねえ。行くの？ああ、場合によっちゃ新宿が寂しくなるかもしれねえがな。構やしないわよ。人は一人で生まれて一人で死ぬんだもの。寂しいくらいでちょうどいいのよ。ねえケン。新宿が荒らされることに怒りを覚えた哲也は自ら土佐犬の縄張り上野に乗り込む決心をした。対するは神の目、神の腕。わしゃもう10年以上サイすら握ってねえ。わしはあれ以降、226事件の勝負以降、麻雀はやめたんじゃ。これはあんたんところの教会の権利書だ。豚ねえってんなら他に売るぜ。構わん。わしはもう足を洗ったんじゃ。なあおっさん、あんた11年の間あん時の夢を一度も見なかったのか。ダメだ、耐えられねえ。見てるだけの俺がこうだってのに、なぜこの二人がこれほどまでに過酷な戦いに耐えられるんだ。あんたあのひりつく勝負を一度たりとも思い出さなかったと言えんのか。あんたは夢に見たはずだ。何度も何度も数限りなくな。あんたの体には売人の血が流れてんだからよ。売人の血なんぞ11年前に一滴残らず枯れ果てたわ。わしは終わった人間なんじゃ。何を言っても無駄じゃ。相手があの房州の弟子だとしてもか。売人の血が残ってねえわしが本気でぶったらどうなるか分かって言ってるんだろうな。ああ、11年ぶりに振った才の目がピンゾロとはな。場はどこじゃい？型をつけに来た。土佐犬を出せ。ついに乗り込んできやがったか。くそ、土佐犬のやつこんな時にどこに行っちまったんだ。いるんだろ土佐犬の野郎。さっさと出しやがれ。今ここには。お前四天王の最後の一人か。四天王？今さらそんなもん関係なかろうが。そうか、お主が房州の弟子か。おーい神父さん。おーい、おかしいな。どこ行っちゃったんだろう神父さん。おい、これやるよ。取っときな。チェ、サイコロか。なんだいあいつ。くれるんならもっとマシなものくれよ。バーカ、
神父さんの口癖忘れたのかよ。ゴミも拾えば。あれ、おかしいよこのサイコロ。何度振っても1しか出ねえよ。始まる。あの時と同じひりつくような大勝負が。あれ？あ、ドテコ姉ちゃん、あんたらこんな時間に何してんねん。俺たちおっちゃんを探してんだ。おっちゃん？あのゴミ拾いの神父さんか？うん、いつもずっと持ち歩いてる十字架を教会の祭壇に置いたまま神保のおっちゃん消えちまったんだ。神保ってあれ、ダーリンは？もう出てったわよ。行った先は上野の雀荘、天海、そして相手は剣。いえ、神保さんが先ね。神父さん、なんであんた野上の連中なんかのために。よっしゃ、あんたらうちについてき。おっさん、あんた房州さんを知ってんのか？それでメンツはどうなっとる？野上対塾の勝負で3対1にはさせられん。私が入ろう。鉄さんとおっさんに意味た。じゃあもう一人はこの俺が。おっと、こいつには借りがある。俺が入るぜ。勝負は3本、2本取った方が勝ち。それでいいな。ああ、このおっさんが房州さんを知ってるってことは間違いなく2人はぶち合っている。俺が房州さんと出会う以前に、さらに四天王最後の一人であるという事実、一瞬でも隙を見せればやられる。このおっさん積み込んではいねえな。11年ぶりか。積もったわい。マジかよ。まだ3巡目だってのに。早い。やはりかなりの打ち手。積ものみ1500点。ゴミ手かよ。助かった。この曲も積み込んでは。なんだ、全曲も感じたが、今のはさっき。積も。いや、またかよ。なんて速さ。またツモのみじゃねえか。脅かすなよおっさん。一本歯はつくけどまたゴミ手かよ。点差はわずか。まだいける。なんてさっきだ。仕掛けてくるのはこの曲か。ポン。来た。序盤で泣きが2つ。仕掛けが早い。転敗したと見てまず間違いない。前の2曲のゴミ手とは明らかに違う。あのさっきの根幹は大物。鎮一狙いか。2手遅れてる。このままじゃ間に合わねえ。積も。単のみ。単のみってまたゴミ手かよ。よかった、助かったっすね鉄さん。あ、どうしたんすか？なぜゴミ手なんだ。明らかに鎮一まで持っていける手だ。このおっさん一体何考えてやがるんだ。大物を狙えば手が遅くなる。早上がりを狙えば点が安くなる。売人は手作り、早上がり、その両面を計算しながらぶつもんだ。だがこの感触、積ものみじゃ。早い。このおっさん、点を無視してまで早上がりに徹してやがる。しかしこっちが大物を上がれば一撃で逆転できる点差しか開いてねえ。いくらゴミ手を重ねたところでいずれトータルで沈むはず。なのになぜゴミ手に徹するんだ。そうまでして早上がりに徹する理由は何だ。この感触、この滑らかな感触は積もったわい。積ものみじゃ。くそ、また証拠りもなくゴミ手かよ。まったく
世の中物知らん人間が多くてかなわんの。なんだと？ゴミも拾えば。宝になるってんだろ。ほう、さすがは房州の弟子が、しかしここからじゃわしを止められるかの？ゴミも拾えば宝、ゴミ手が宝。そうか。あんたが早上がりに徹してたのは役満パーレンちゃんか？パーレンちゃん？そんなのできるわけねえ。パーレンちゃんなんてのは他の役満に比べてはるかに難しいんだ。国士や中連なんかは誰にも知られず手を進め、一度だけ上がればいいのに対し、パーレンちゃんはターチャの目の前で8回も連チャンしなきゃなんねんだぜ。確かに難しい。ターチャから見りゃ妨害しやすく、さらにその妨害をかいくぐるためさらなる早上がりが必要だって時に、5本歯からは両半縛りだ。今までのゴミ手はいい半、ここからはゴミ手じゃ上がれねえ。もういい半分手作りをしなきゃならねえんだ。ここだ。連チャンを切るのはこの場だ。ポン。やったー！テツさんが先に撤廃。やっぱりパーレンちゃんなんて不可能。遅いわ。ポン。そいつはダブトン。両半縛りの特急券じゃ。積もったわい。ダブトンじゃ。なに？両半縛りだってのに、こいついともやすやすと。鉄やられた。これで6連チャン。はいよ、はいを変えてくれ。できれば竹灰じゃなく新品の練り灰にな。え？鉄？ほう、さすがだな。そこに目をつけるとは。奴と同じか。11年目の奴と血は争えねえな、房州。このおっさんのこれまでの上がり方は尋常じゃねえ。大物を捨て連チャン狙いの早上がりに徹することができる理由はただ一つ。まさかこのおっさん、どこに何の灰が積んであるのか知っているんだ。知ってる？積み込みか。積み込みなら積んだ灰を確実に手に入れるため、灰を自分の山から取り始める目5、最悪でも9と出すはず。しかしこのおっさんの才の目はバラバラだった。とすると岩灰。そうか。だからおめえ、傷や印、竹の目がねえ新品の練り灰に。遅いの。バカな。積もったわい。積み込みでも岩灰でもねえってのかよ。なのになぜ知ってる？やれやれ。こんな老いぼれよりも遅いとはの。確かに遅い。遅い。バカ、遅えよ。バカ、遅えよ。山積むのに15秒もかかってたら山ん中見られてるも同然だぞ。そうか？十分早いと思うけど。よし、それじゃあどうだい今のは。10秒そこそこだろ。全然ダメだな。んなこと言ったってよ、こんなの見える人間なんていやしねえよ。そうだな。だけどよ、神様になら見られちまうかもしんねえぞ。神様ならか。ほう、その面。やっと気づいたか。じゃがな、房州はもっと早かったぞ。まさか本当にいるとは。思い出してみればこのおっさん、今までずっとそうだった。他の時には消えちまってるが、ある一瞬にだけ殺気を放っていた。ある一瞬？間違いねえ。このおっさん神の目を持ってるんだ。神の目だと？このおっさん、支配山積みの一瞬だけ殺気を放つ。ってことはその一瞬で灰の位置を全部覚えちまうんだ。全部？
灰がどこに積まれていくか一つ一つ目で追うだけでも時間を食うんすよ。波の打ち手で 1,2 割、よほどの売人でも5割が限度。全部覚えられるのって絶対に不可能だ。一つ一つ目で追うならな。おそらくこのおっさんは違う。一つ一つを追ってんじゃねえ。あの殺気を放つ一瞬、目に見えるもの全てをそのまま画像として網膜に焼き付けちまうんだ。そんな人間本当にいんのかよ。横須賀にいた頃噂に聞いたんだ。画像記憶、フォトグラフィックメモリーってのな。フォトグラフィックメモリー。でもよ哲さん、技は見破っちまったんだ。こうなったらこっちのもん。いや、相手がサマシならその様を見破ればそれで倒せる。画像記憶は様じゃねえ。技が分かったところでわしが画像を記憶することは止められない。わしの早上がりを止められないんじゃ。つも短相撲じゃ。これで7連チャン。ついに通っちまったか、パーレンチャンへの道が。くそ、このままじゃ。さてどうする。おっさんの神の目に対抗するには。山を積むのに15秒もかかってたら山ん中見られてるも同然だぞ。その目に焼き付ける前に積み終わらすしかねえ。ゴミも拾えば宝になったわい。100万パーレンチャンじゃ。9秒で積んだってのに見られた。なんなんだよ、なんなんだよこのおっさん。おや、おかしいの。本当に恐ろしいのはここからなんじゃがの。パーレンチャンから先は何を何度上がっても100万じゃろうが。うわっ、まさかこのまま上がり続ければ永遠に続くってのかよ、100万地獄が。くそ、急げ、もっと急ぐんだ。7秒。どうだ。わしの目にはしっかり見えとるわい。積もったわい。9連チャンは100万じゃ。このまま100万地獄から抜けられねえのかよ。箱だ。え？あ、そうか、2人とも箱。半ちゃん1回目が100万地獄が終わったんだ。助かった。箱店になってホッとするとはな。だがこのまま次の半チャンを始めても一から仕切り直すだけ。早上がりを止められねえ限り100万地獄はまだ続く。7秒なんてすでに人間技じゃねえってのに。これ以上早く詰めってのかよ。ダメだ、もうこれ以上は。哲さん、そんなとこが限界かよ。てめえはドサケン。さすがの坊や哲も人の子だったってわけか。だがな、房州はもっと早かったぞ。いつまでも目に頼ってんじゃねえ。積むのは手だろう。手に集中するんだ。6秒。いや5秒だ。さすがに5秒じゃいかに神の目といえど見えなかったろう。こいつこの土壇場でやりやがった。余計なこと抜かしおって。こうでなくっちゃつまんねえだろ、博打ってのはよ。新宿が荒らされることに怒りを覚えた哲也は自ら土佐県の縄張り上野に乗り込む決心をした。対するは野上の最終兵器にして神の目を持つ男神保。かつて哲也の死房州と伝説の死闘を繰り広げた男だ。ゴミ手ばかりを上がる神保が狙うは100万パーレンチャン。
超人的な早上がりを続ける神保を相手に果たして哲也に勝機はあるのか。神の目、神の腕、